欲しいのはお金じゃない。欲しいのは喜びの声だけなんで。Alright, your number one burger. I got 10 cents! いやまあでもどうなんでしょうね。もともとあれですよ、子供の今保育園に来たんですけど、8時頃から仕込み開始してたりしたんで、だからその時間が、仕込みのしてる時間が結局子供のご飯食べさせたり用意させたりっていう時間になってるんで。相撲取りの現役中の時に京都をちょっと遊びに行って、そしたらなんかこうえらい素敵なマシン置いてるお店の前パッと通りかかったんですけど、なんだあのマシンはと思ってちょっと気になって入ってコーヒー飲んだらもうめちゃくちゃ美味しくて、僕がすごい好きなんですけど。バンズのカットをしたらパティちょっと丸めたいですね。よいしょ。バンズもこれは僕が本当にまあなんていうんですかね、望んでるバンズに望んでいるものっていうのに一番近いものを、ギャル男みたいなイケメンバンズですよね。バンズと中の具材がいっぺんにこう口の中に入って初めてハンバーガーなんで、やっぱその時のバランスって僕はすごく大事だと思うんですけど、バンズ一人勝ちしちゃうとか、ハンバーガーってこのバンズに対して具材中に入れると多分具材がこれぐらい出てハンバーガーの高さってこんぐらいになるんですよ。こんな口開けれる人いないじゃないですか。高さのあるハンバーガーってちょっと好きじゃないんですよ。ある程度の口で全部バンズと中のパティと具材とが口の中に入って楽しめるような高さにならないと良くないよねっていう。もうその高さとあとはその全体のバランスを合わせるためのこのバンズカットですね。1投目斜めに入れて下のここをまっすぐに切ってこうちょうどこれがハンバーガーのフォルムとしていいようになるような感じにできるんで、ある意味それはそれでちょうどよくて、こっちの上の方とこの下の方って営業時はここで焼くんですけど食感も違うんですよね。全然こっちの上の方はこうバフッとこう入っていくんですよ、刃が。だけど下の方は結構みっちりしてるんで、要はその膨らみ方が上の方がよく膨らんでるからこっちは入るし、下はしっかりこう咀嚼させてくれるっていうか、バンズもやっぱりだいぶ意味があるっていうか、僕も全然実は昔も始める前までは全然重要視してなかったし、すごい無視してたんですけど、いざ自分でやってみてなんかたまにちょっと興味本位で全然違うパンで同じようにうちの店と同じようなハンバーガー中は一緒で作ってみても全然違う仕上がりになるんで、バンズってすごく大事だなってその時に気づいたんですけど、食会に入る前は、相撲取りでしたし、幸せに東って書いて幸東っていう名前でした。母親は相撲が好きだからもうあんた大きくなったら相撲取りだなみたいなことをその時にもう言ってたんですよね。もう相撲部屋に入門ですね。15の時にはもう入門いましたよ、部屋に。卒業式、中学卒業する前は卒業式前にもういました。で卒業式の時だけ1回帰って
でまたすぐ卒業式終わったらすぐまたその時ちょうど大阪場所なんで大阪にまたすぐ帰るでまあそこから15年間ですかやって稽古に一生懸命慣れてなくて結局相撲という競技に命を燃やせなかったことに対して今すごく後悔してるんですけどこれ40個カットしたんですけど40個出る平日で40個出ることはないです多分出たとしても30ちょいですね冷蔵室にはなりますね。簡単に説明しちゃうと冷凍ではないです。冷蔵です。これは味付けもしてあるんですけど、塩とかでも塩決めてあって、パティこう鉄板に置いてから塩を振るパターンって結構多いんですけどそれも絶対に塩味とかを一定化させるためにもうあえてここで混ぜる時点で塩を決めちゃってるそうすればもう絶対一定するじゃないですか僕の舌がどんなにバカになってようがそこを決めてればもう間違いなく問題ないんで怪我がすごすぎてですね僕ちょっと相撲取りの時にやった最後の怪我が守るためですね膝が逆に曲がっちゃったんで関節がめちゃくちゃになっちゃったんですよこれは90ですねまあいわゆるそのハンバーガー屋さんのパティ1枚からするとちょっと少ないんですけどうちのハンバーガーはダブルでそのダブルパティ2枚の状態で、一番いいバランスっていうところを僕は考えているんで一番最初にバクっていった時になんかうわパティうまってなってほしいっていうこの卵は黄身がすごい濃いんですけどマッカランっていうぐらいうちのそのハンバーガー用のマヨネーズにするには今のところこいつが一番良かったなっていうついでで一応そのハンバーガーのトッピングで目玉焼きで使ってますけどマヨネーズのための卵ですいやこだわりすごいですねとか言ってくれる方いるんですけど実際いやそんなことないんですよこだわってないんですよ別にいいんでただ唯一もしこだわってるんだとしたらそのバーガー用のマヨネーズぐらいかもしれないですね営業中はやめた方がいいですねでこれもこうやって火入れちゃうんでなんかこれやばいです超熱いです放射熱がいってくれるんでバンズがこうしっかり立ってくれるんでへたれないんですよあんまり最後までの一口までハンバーガーでいてくれるの一つの理由がこいつでもあるんです普通のソースねトマトのカットからしたら多分だいぶ薄いんですよこんにちはどうぞはい、お待ちください。
I'm from New York City. New This is, City? yeah, good. This is very good burger. Very good. Number one burger in とりあえず現地のシングル2つと、はいコカ・コーラ1つと、はいジンジャーエール1つはいお願いします。ポテトとかはついてないですけど大丈夫ですか？つけられます。はいもしつけてるんですよこの四角い中から選んでいただいてキャロットだとはい片手エンチくらいでおはい願いします。はいお待ちくださいはい、コーラ飲んではい。はい。ありがとうございます。はい、失礼します。中2の頃に、近所にあるファイヤーハウスっていうお店があるんです。ハンバーガー業界のパイオニアの店の一軒であって、当時の僕らは結局マクドナルドで知っててバーガーキングとかウェンディーズとかなんですけど、メニュー見たら1000円ぐらい、ハンバーガーとポテトついて1000円ぐらいで、なんだこの1000円のハンバーガーって言って、もう気になりすぎて、実際食べたらもうなんかうますぎちゃって、あ、これちょっとすごいな、こんなものが日本なんかあるんだ世の中にみたいな。将来こんな店やりたいなって、もう出た時には店を見て出た時には友達と行ってて、こんな店やりたくないみたいな始まりですね。実はそこからもうハンバーガー屋さんやりたいが始まってて、結局相撲取りにさせられちゃうんでハンバーガー屋さんはその時点ではやらないんですけど、自由な時間を作れるようになってからなんかこうハンバーガー屋さんいろんな気になるところに行ってみたりとか、やっぱハンバーガー好きっていうのがそこでもうあったというか。いただきます。ありがとうございました。2400円ですね。レジでやってみます。ペロってで、他も僕はダブル推奨してるんですけど、ファーストレディ以外もすぐダブルでいいんじゃないかなと。はい。レシート大丈夫ですか？大丈夫です。はい、ありがとうございます。はーい。じゃあどうぞ。見てくださいとか
もしいただかなくてお店が維持できるんであれば別にいらないです欲しいのはお金じゃない、欲しいのは喜びの声だけなんで、多分飲食業の人って結構多いと思うんですよ、そういう方が圧倒的に。じゃないといろいろこの仕事の量時間なり対価と合ってないんで、だから僕もそうですね、お金稼ぐための仕事をするんであれば飲食業は多分選ばないですね僕は一生プレイヤーでその喜びを餌にというか糧にというか、ずっとこのモチベーションとして営業していくモチベーションとしてどんどんそれを燃料にして僕は頑張っていきたいなっていう気持ちでしかないですね。こんばんは。食右衛門チャンネルの迫田です。YouTube を通して、成し遂げたいことをお話しします。これまでたくさんの職人さん、料理人さんと出会ってきました。そういった中で職人さんの技、姿勢、そして心、これらは本当に世界に誇れる本物だと実感してきました。ただその一方で職人さんが年々減ってきている。この現実を知った時にどうしても職人さんを次の世代へつなぎたい、そう思いました。だからこそ私たちは動画や商品を通して一人でも多くの人に職人の魅力を知ってもらいたい。ただこの思いを実現させるためにも課題があります。私たちは小さいチームです。撮影時間にも限りがあります。もう数時間あればもっといい動画が作れたのに、そう悔しく思うこともたくさんあります。もっと深く丁寧に職人の魅力を届けたい。また知られていない地方のお店の撮影だったり海外の撮影も挑戦したい気持ちもあります。そこで YouTube メンバーシップを開設しました。いろんな特典も、ご用意しております。私たちの思いに共感、そして応援してくれる方は、メンバーになってくれると、嬉しいです。あなたの思いが職人の未来につながります。ぜひ応援お願いします。お願いします。野菜生地鍋です。よろしくお願いします。食右衛門よろしくお願いします。てへいてへい。